入れがよく乾く症状、実は多くの方がそのままにしています。少子水を飲めば大丈夫だろうと考えて、深く気にしないことも多いです。しかし、このサインは単なる喉の渇きではなく、体からの変化を知らせる合図かもしれません。特に、朝起きた時に口の中が強く乾いていたり、あまり話していないのにすぐ乾いてしまう場合は、単なる疲れだけではない可能性もあります。口が乾くというのは、水分不足だけでなく、体のバランスが少しずつ変わっているサインであることもあります。年齢のせいだから仕方ないと思ってしまいがちですが、実際には生活習慣や体の状態と深く関係していることが多いのです。特に中高年以降では、小さな変化が大切なヒントになります。大切なのは、この症状が、いつどのように現れるのかを確認することです。例えば、夜に強くなるのか、日中も続くのか、水を飲んでもすぐ乾くのか、こうした違いが、一時的な乾燥なのか、確認が必要なサインなのかを見分けるポイントになります。今回の動画では、口の乾きが起こる理由と、そのまま様子を見て良い場合と、確認が必要な場合の違いを分かりやすくお伝えします。今この瞬間も口の乾きを感じている方は、そのサインを見過ごさず、最後まで確認してみてください。口の乾きは、多くの方が経験している症状です。しかし水分が足りないだけと考えてしまい、見過ごしてしまうことが少なくありません。特に、一日の中で決まった時間に繰り返される場合、それは単なる喉の渇きではなく、体の中で何かが続いているサインかもしれません。例えば、毎朝強く乾く。夜中に何度も目が覚めて水を飲む。少し話しただけで口の中が乾く。このような状態が続く場合、体の働きが以前と少し変わっている可能性があります。多くの方が見落としがちなのは、この症状が不便なだけと感じられる点です。強い痛みがあるわけではないため、我慢できるから大丈夫、年齢のせいだろう、そう考えてしまいがちです。しかし体の変化は、必ずしも強い症状から始まるわけではありません。むしろ、こうした小さな変化こそが、最初に現れることが多いのです。特に口の乾きは、水分だけでなく、血流やホルモン、生活習慣とも関係しています。重要なのは、どれくらい辛いかではなく、どれくらい繰り返しているかです。もし1週間以上続いている場合は、一度立ち止まって確認することが大切です。口の乾きは水不足だけでは説明できません。本来、体は自然に唾液を分泌して口の中を潤しています。このバランスが崩れると、最初に乾きとして現れます。つまり、口の乾きは、体の調整機能の変化を示すサインとも言えます。年齢とともに、この調整機能はゆっくりと変化していきます。例えば、唾液の分泌が少しずつ減る。水分を保つ力が弱くなる。こうした変化は、急にではなく、徐々に現れます。最初は、最近ちょっと乾きやすいかな程度でも、やがて毎日のように感じるようになります。ここで重要なのは流れです。最初は特定の時間だけ。
次に1日の中で何度も。最後は水を飲んでもすぐ乾く。この段階に進むと、単なる乾燥ではなく、体のバランスに変化が起きている可能性があります。大切なのは、症状を抑えることではなく、なぜ繰り返しているのかを理解することです。口の渇きの原因の一つは、水分量ではなく保ち方の変化です。水を飲んでもすぐ乾く場合、体が水分をうまく保持できていない可能性があります。また、話す機会が少ない生活へ、カフェインの多い飲み物も影響します。さらに、薬や睡眠中の口呼吸も関係することがあります。こうした要因が重なることで、乾きが繰り返されやすくなります。では見分け方です。比較的問題が少ない場合は、水を飲めばすぐ改善し、一時的にしか起こりません。一方で注意が必要な場合は、水を飲んでもすぐ乾き、回数が増えていきます。さらに、夜中に水を飲む回数が増えたり、口の粘つきや違和感が続く場合も注意が必要です。対策としては、水を一度に飲むのではなく、こまめに分けて飲むことが大切です。また、口を動かす習慣や、室内の湿度管理も効果的です。ただし、これでも改善しない場合は、一度状態を確認することが重要です。口の渇きはよくある症状ですが、繰り返す場合は体からのサインかもしれません。大切なのは不安になることではなく、自分の体の変化に気づくことです。一時的か、繰り返しているか、この違いを知るだけでも大きな意味があります。今日の内容が参考になった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。これからもわかりやすく健康情報をお届けします。